2026年3月27日、テキサス州の高等法院、重い木製の扉が、ゆっくりと開いた。その瞬間、法廷の中に静寂が広がった。判事が立ち上がり、静かに、しかし確かな声で告げた。無罪、即時釈放を命じる。その言葉が耳に届いた瞬間、デイビッド、コンリーの両足から力が抜けた。隣に座っていた弁護士が、とっさに彼の腕を掴んだ。デイビッドは声を押し殺すように唇を噛んだ。それでも、涙は止まらなかった。傍聴席から母親が駆け寄った。白髪の混じった彼女は、息子の背中に両腕を回し、子供のように泣き崩れた。デイビッドは、その小さな背中をただ強く抱きしめた。18年。彼が最後にこうして誰かを抱きしめたのは、17歳の時だった。まだ高校生だった。友人と笑い、夢を語り、未来を信じていた。あの頃だった。それが1994年、テキサス州で起きたある女性への暴行事件によって、全て終わった。目撃者の曖昧な証言、不審な点だらけの DNA 鑑定、それだけで、少年は犯人にされた。裁判は短く、一方的だった。デイビッドが、やっていない、と叫んでも、誰も聞かなかった。判決は懲役20年。17歳の少年が、鉄格子の向こう側に消えた。そして2026年、再鑑定された DNA 証拠は、明確に別の人物を指していた。高等法院は、18年越しに間違いを認めた。法廷を出たデイビッドは、初めて空を見上げた。テキサスの春の空は、どこまでも青かった。彼は深く息を吸った。自由の空気の味を、35歳になって初めて知った。しかし、その目に宿るのは喜びだけではなかった。失われた18年は、誰も返してくれない。青春も、恋愛も、仕事も、家族との時間も、すべてが、あの薄暗い独房の中に置き去りにされた。彼が今、初めて踏み出した外の世界。そこには、見知らぬ街が広がっていた。では、17歳だったデイビッドが逮捕されたあの日、彼はどんな普通の一日を送っていたのか。次は、すべてが変わる前の、ごく当たり前な日常の話をしよう。1994年、テキサス州の小さな町。そこに、ごく普通の17歳の少年がいた。名前は、デイビッド・ホンニー。朝になれば母親の作った朝食を食べ、古びた自転車で学校へ向かう。授業が終われば、友人たちと近所の公園でバスケットボールをした。汗をかいて、笑って、夕暮れを迎える。それだけで、十分に幸せだった。デイビッドは特別な少年ではなかった。成績が突出して良いわけでも、スポーツの天才でもない。ただ、真面目に生きていた。母親は彼のことを、この子は絶対に大丈夫、と言い続けた。口数は少なかったが、家族への愛情は深かった。年下の兄弟の面倒をよく見て、母親の買い物に付き合うことも厭わなかった。近所の人たちの目にも、デイビッドは、良い子、として映っていた。将来の夢は、自動車整備士だった。機械をいじることが好きで、近所のガレージにたびたび顔を出しては、年配のメカニックの話に耳を傾けた。いつか自分の店を持ちたい、と、照れくさそうに話していたという。その笑顔は、まだあどけなかった。1994年の夏、テキサスの太陽は、焼けつくように強かった。デイビッドにとって、その夏は特別な意味を持つはずだった。高校の夏休み、初めてのアルバイト、そして、淡い恋心を抱いていた同級生の女の子、すべてが、これから始まろうとしていた。しかし、運命は残酷だった。その夏のある夜、彼の人生は突然、全く別の方向へと動き始める。彼が何も知らないまま眠りについたその翌朝、一本の電話が、全てを変えた。テキサス州、1994年の夏。その年の夏は、記録的な猛暑だった。アスファルトが熱を蓄え、夜になっても気温は下がらなかった。8月のある夜、一人の女性が自宅近くで何者かに襲われた。暗闇の中での出来事だった。被害者は必死に抵抗したが、逃げることができなかった。翌朝、警察に通報が入った。捜査はすぐに始まった。被害者の証言は断片的だった。暗かった。相手の顔はよく見えなかった。
それでも、彼女はある名前を口にした。デイビッド・コンニー。近所に住む17歳の少年の名前だった。なぜ彼が疑われたのか。理由は単純なものだった。被害者と面識があった。同じ地域に暮らしていた。そしてその夜の行動を証明できる者が誰もいなかった。それだけだった。たったそれだけで彼は容疑者となった。当時の捜査には深刻な問題があった。目撃者の証言は曖昧で矛盾だらけだった。それでも証言は証拠として扱われた。さらに DNA 鑑定が行われた。しかし後に明らかになることだが、その鑑定には重大な誤りが含まれていた。いや、誤りどころではなかった。意図的に操作された可能性が後年の再調査で浮かび上がることになる。17歳の少年に弁護の余地はほとんど与えられなかった。貧しい家庭の出身だった。優秀な弁護士を雇う金などなかった。国選弁護人は事件を十分に調べることなく公判に臨んだ。デイビッドは無実を訴え続けた。泣きながら、叫びながら、それでも誰も聞いてくれなかった。法廷の空気は最初から彼に冷たかった。そして判決の日が近づいていた。1994年の秋、テキサス州の法廷に17歳の少年が立っていた。デイビッドの手には手錠がかかっていた。その目には恐怖と困惑が入り混じっていた。彼はまだ自分が何と戦っているのかさえ十分に理解できていなかった。逮捕の経緯はあまりにも粗雑だった。被害女性の証言は断片的なものだった。暗闇の中での出来事だった。顔をはっきり確認できる状況ではなかった。それでも捜査官はデイビッドに照準を絞った。取調室の空気は最初から圧迫的だった。お前がやったんだろう。そう繰り返され、少年は追い詰められていった。弁護士が来るまでに何時間が経っただろうか。国選弁護人は事件のファイルをろくに読んでいなかった。デイビッドの家族に優秀な弁護士を雇う余裕はなかった。法廷に立てる人間がいればそれで十分だと思われていた。DNA 鑑定の結果が提出された。しかしその分析過程には後に重大な疑義が浮かぶことになる。資料の取り扱いに不備があった。比較対象の選定にも恣意的な判断が介在していた可能性があった。だが当時誰もそれを問い直さなかった。目撃者の証言が読み上げられた。あの男だと思う。確信はないが似ていた。曖昧な言葉だった。それが少年の運命を決める根拠になった。デイビッドは叫んだ。僕はやっていない。信じてください。声は震えていた。涙が頬を伝った。法廷は静かなままだった。誰も振り返らなかった。陪審員の評決が下された。有罪。18年の実刑判決。土の音が響いた瞬間、少年の青春は終わった。17歳の誕生日からまだ数ヶ月しか経っていなかった。鉄の扉が閉まった。外の世界はそこで途絶えた。そして彼の長い、あまりにも長い戦いが今まさに始まろうとしていた。鉄格子の向こうに空があった。しかし彼には届かなかった。デイビッド・コンニーは17歳で刑務所に入った。まだ高校を卒業していなかった。まだ車の運転免許も持っていなかった。まだ何者にもなっていなかった。最初の夜のことを彼は決して忘れなかった。冷たいコンクリートの壁、消えない蛍光灯の光、遠くから聞こえる誰かの叫び声。目を閉じても眠れなかった。翌朝もその翌日も時間の流れ方が外の世界とは違った。一日が恐ろしく長かった。しかし1年が経つと気づかないほど早かった。その矛盾の中で人間は少しずつ壊れていく。20歳になった同世代の若者たちは大学に通い、恋をして夢を語っていた。デイビッドに会ったのは決まった時刻の点呼と冷めた食事だけだった。無実だと叫び続けた。最初の数年は信じてくれる者もいた。しかし年月が重なるほど声は届かなくなった。弁護士は変わった。支援者は去った。手紙の返事は来なくなった。ある日、彼は壁に向かって問いかけた。なぜ俺なのか。答えはなかった。それでも彼は諦めなかった。理由は一つだった。
自分が無実だという事実だけは誰にも奪えなかったからだ。その確信が彼を生かした。18年間、ただそれだけが支えだった。25歳になった。30歳になった。若さは静かに消えていった。面会室で母親の顔にシワが増えた。それを見るたびに胸が締め付けられた。申し訳ない気持ちと怒りと悲しみが混ざり合い、言葉にならなかった。しかし外の世界では動いている者たちがいた。デイビッドの叫びをまだ信じている者たちが証拠を掘り起こし、真実を追いかけている者たちが彼が知らないまま戦いは続いていた。母親が動いていた。息子が眠れない夜を過ごしている間、外の世界では誰かが走り続けていた。デイビッドの母、マリアは諦めなかった。面会室で涙を拭うたびに、心の奥で誓っていた。この子は、ここで終わらせない。絶対に、終わらせない。彼女は何十通もの手紙を書いた。弁護士に、裁判所に、人権団体に、返事が来ないことも多かった。門前払いされることも、あった。それでも書き続けた。それしか、できることがなかったから。転機が訪れたのは、デイビッドが27歳を迎えた頃のことだった。テキサス州の無罪運動を支援する市民団体が、この事件に目を向け始めた。彼らは古い裁判資料を一枚一枚、丁寧に読み直した。証言の矛盾、証拠の穴、あまりにもずさんな捜査の跡が、そこに残っていた。担当弁護士のエリン・チェンバースは言った。この事件には、最初から歪みがあった。誰かが真実を見て見ぬふりをした。彼女はその言葉を、ただの怒りにはしなかった。静かに、しかし確実に、再審請求への道を切り開いていった。デイビッドはその事実を、しばらく知らなかった。希望を持つことが、怖かったから、期待して、裏切られることが、もう耐えられなかったから。しかし差し入れられた一通の手紙が、彼の目に届いた。私たちはあなたを信じています。あなたのために戦います。たった2行だった。それだけで、デイビッドは声を上げて泣いた。独房の中で、一人で、声を上げて泣いた。人間は、信じてもらえるだけで、立ち続けることができる。たとえ鉄格子の向こうであっても、そして彼らの手に、ある新たな証拠が届こうとしていた。新しい証拠が、届こうとしていた。2025年の秋のことだった。無実を訴え続けるデイビッドの支援団体に、一通の封筒が届いた。差出人の名前は、なかった。しかし中に入っていたものが、すべてを変えることになる。それは、当時の捜査資料のコピーだった。警察の内部文書、本来ならば、公開されるはずのなかった記録。その文書には、驚くべきことが記されていた。事件当時、現場付近で別の男が目撃されていた。身長、体格、着衣の特徴、すべてが、デイビッドとは異なっていた。しかし、その情報は裁判に提出されなかった。握りつぶされていたのだ。誰かの手によって、意図的に、支援団体はすぐに動いた。弁護士チームが証拠を精査し、同時に DNA の再鑑定を申請した。現代の技術は、1994年当時とは比べ物にならない。マイクロトレースと呼ばれる微細な体液の痕跡からでも、個人を特定できる時代になっていた。そして2026年1月、鑑定結果が出た。現場に残されていた DNA は、デイビッドのものではなかった。完全に、一致しなかった。さらに衝撃的なことに、その DNA は別の男のものと一致した。すでに別の性犯罪で服役中の、ある人物のものと、デイビッドは独房でその知らせを聞いた。弁護士が面会室で告げた瞬間、彼は言葉を失った。泣くこともできなかった。ただ、静かに天井を見上げた。18年間、ずっと信じていたことが、ようやく、証明されようとしていた。しかしそれは、終わりではなかった。証拠があっても、司法は動かないこともある。次に待ち受けていたのは、最も険しい戦いだった。高等裁判所での、再審の扉を叩く戦いが、始まろうとしていた。高等裁判所への再審請求。それは、言葉にすれば簡単に聞こえる。しかし現実は、全く違った。弁護団はまず、証拠の再鑑定結果を正式に提出した。2026年1月のことだった。
DNA 鑑定の結果は明確だった。現場に残された遺留物はデイビッド・コンニーのものではない。それどころか別の人物の DNA と一致していた。しかし検察は認めなかった。鑑定手法に問題があると主張した。18年前の証拠は信頼できないとも言った。つまり証拠が不利になると今度はその証拠自体を否定し始めたのだ。法廷の中でデイビッドは静かに座っていた。怒りを顔に出さなかった。ただ目だけが語っていた。深く冷たく疲れ果てた目が。弁護士たちは粘り続けた。目撃者の証言を再検証した。1994年当時証人がどのような状況で証言したかを洗い直した。すると驚くべき事実が浮かび上がった。証人の一人は警察からこの男だと事前に誘導されていた。写真を見せられる前にすでに名前を告げられていたのだ。これは重大な手続き違反だった。さらにもう一つの事実が明らかになった。現場の DNA と一致した別の人物。その人物は事件当時すでに複数の性犯罪歴があった。そして被害者が住んでいた地域の近くに暮らしていた。なぜ1994年に捜査されなかったのか。なぜ17歳の少年だけが標的にされたのか。答えは誰も口にしなかった。2026年3月、高等裁判所は最終判断を下した。原審の有罪判決は信頼性のある証拠に基づいていない。デイビッド・コンニーの再審を認める。法廷内が静まり返った。デイビッドは動かなかった。泣かなかった。震えもしなかった。ただゆっくりと目を閉じた。18年間信じ続けた瞬間がようやく来た。しかし無罪とは本当に終わりなのだろうか。鉄格子の外に出たデイビッドを待っていたのは自由だけではなかった。失われた18年という時間がそのまま彼の前に広がっていた。次回、その扉の向こう側で何が起きたのか。解放された男の本当の戦いが始まる。鉄格子が開いた。2026年3月、テキサスの朝の光がデイビッドの顔を照らした。彼は一歩踏み出した。ゆっくりと確かめるように。自由だった。18年ぶりの自由だった。しかしその足が地面に触れた瞬間、彼は気づいた。外の世界は待っていてくれなかった。17歳の時、彼はここに連れてこられた。友人もいた。夢もあった。未来もあった。35歳になった今、何が残っているのか。社会は彼のことを知らなかった。いや、知っていた。強姦犯として知っていた。無罪判決が出てもインターネットには古い記事が残っていた。名前を検索すれば今でも出てくる。逮捕された17歳の少年の顔が。それを消す方法はなかった。保証交渉が始まった。テキサス州の法律では無実の受刑者に対し収監された年数に応じた保証が認められている。弁護士たちは動いた。しかし法律が認める金額と失われた時間の重さは決して一致しない。18年分の青春を金で換算できる人間などいない。デイビッドはある記者にこう語った。静かな声で怒りを押し殺すように。俺が欲しかったのは金じゃない。あの日に戻ることだ。でもそれだけは誰も返せない。夜になると眠れないことがあるという。布団の上で目が覚める。壁を探す。鉄格子を探す。そこには何もない。自由のはずなのに身体はまだあの部屋を覚えていた。トラウマは釈放の翌日から始まった。人混みが怖い。知らない人の視線が怖い。自分の名前を呼ばれることが怖い。社会復帰支援のプログラムに参加した同じような境遇の元受刑者たちと言葉を交わした。初めて泣いた。外に出て初めて無罪とは終わりではなかった。新しい戦いの始まりだった。失われたものは戻らない。しかしデイビッドは今日も生きている。彼の物語はまだ終わっていない。そしてこの事件が問いかけるものもまだ終わっていない。次回エピローグ。この18年間が私たちに残したものとは何か。18年、それは
どれほどの長さだろう。17歳で夢を奪われ、35歳でようやく光を見た男がいた。彼の名は、デイビッド・コンニー。無実だった。最初から、ずっと。しかし、誰も信じなかった。証拠は歪められ、証言は揺らいだ。そして司法は、間違いを認めるまでに18年を費やした。失われた青春は、戻らない。失われた時間も、戻らない。謝罪の言葉一つで、埋められるものでもない。では、私たちは何を学ぶべきなのか。冤罪は、遠い国の話ではない。完璧に見える制度の中にも、致命的なほころびは存在する。そして、そのほころびに落ちた人間が、今この瞬間もどこかにいるかもしれない。デイビッドは今日も生きている。傷を抱えながらも、前を向いて、あなたなら、この18年間をどう受け止めるだろうか。司法を信じるとは、どういうことか。正義とは、本当に存在するのか。その問いに、簡単な答えはない。でも、問い続けることをやめてはいけない。この物語を忘れないでほしい。